皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本政府が外国人受け入れの方向へと舵を切ろうとしている、そのような報道が出ているので、今回は日本の移民政策についての話をしようと思います。日本においては、海外から様々な形で働きに来ている外国人の方たちがいます。基本的に日本は現在少子高齢化の真っ最中であり、高齢者の人たちは現役を退きますし、一方において子供たちは少ない状態ですが、全体的には働き手不足というものがこれからいつもの光景になってしまいます。そのような状況を考えて、外国人労働者をもっともっと入れたいというのが日本の経済界からの要望です。しかし、働き手が今足りない、もしくはこれからもっと足りなくなるなという話と、外国人を移民として受け入れるかどうかというのは実は全く別の問題として語るべき話だと私は思っています。そして私の考えは、外国人の移民の受け入れについて拡大していく方向というのには反対です。まず私の最初の基本的な考え方を皆さんにお聞かせしたところで、それでは一体どのような報道が出ているかニュースを見ていきましょう。外国人就労無期限に、熟練者対象、農業など全分野。出入国在留管理庁が人手不足の深刻な業種14分野で定めている外国人の在留資格特定技能について、2022年度にも事実上在留期限をなくす方向で調整していることが17日入管関係者への取材で分かった。熟練者技能があれば在留資格を何度でも更新可能で、家族の帯同も認める。これまでの対象は建設など2分野だけだったが、農業、製造、サービスなど様々な業種に広げる。別の長期就労制度を設けている介護を含め特定技能の対象業種14分野すべてで無期限の労働環境が整う。専門職や技術者らに限ってきた永住への道を労働者に幅広く開く外国人受け入れの転換点となる。現在、資格認定の前提となる技能試験のあり方などを同庁や関係省庁が検討している。今後、首相官邸や与党と調整し、2022年3月に正式決定して、省令や告示を改定する流れを想定している。特定技能は人材確保が困難な業種で、即戦力となる外国人を対象に2019年4月に設けられた。実務経験を持ち、特別な教育・訓練が不要な人は、最長5年の1号を、現場の統括役となれるような連動を技能試験で確認できれば2号を取得できる。更新可能で、家族も滞在資格が得られ、在留10年で永住権取得が可能になる。ただ、自民党の保守派などの間では、外国人の長期就労や永住の拡大は事実上の移民受け入れにつながりかねないとして慎重論が根強い。結論まで曲折を経る可能性もある。特定技能の制度導入時、入管庁は2023年度までに34万5千人の労働者が不足すると見ていた。特定技能の取得者は月3000人程度のペースで増えており、就労期限がなくなれば20年代後半に30万人規模になる。厚生労働省によると、2020年10月末時点で国内の外国人労働者は172万人、在留期間が最長5年の技能実習約40万人や留学生約30万人など期限付きの在留資格が多く、長期就労は主に大学卒業以上が対象の技術、人文知識、国際業務約28万人などに限っている。農業、産業機械製造業、外食業など14分野で認められている特定技能も、長期就労できるのは人手不足が慢性化している建設、造船、舶用工業の2分野にとどまる。新型コロナウイルスの水際対策の影響もあり、特定技能の資格で働くのは8月末時点で約3万5千人。日本商工会議所は2020年12月、外国人材への期待と関心は高いと、対象分野追加などを要望していた。外国人受け入れ政策に詳しい日本国際交流センターの執行理事は、現業の外国人に広く永住への道を開くのは入管政策の大きな転換だと指摘する。まず第一の留意点としては、今回の報道といったものは日経新聞が書いているわけですが、その他の報道機関で似たような話というのは今のところ私が検索した限りにおいては出てきませんでした。また今回の話について政府発表ですよといったことも記事の中で書かれていないことからもわかるように、まだ本決定しているわけではないようです。ですから、もしもこの記事を読んで皆さんが危機感を抱いたのであれば、
インターネット上で活動している特に与党系の議員に対して問い合わせをするのが良いと思います。日経新聞がこのような記事を書いているが、日本は移民を受け入れる政策へと転換するのか、そのような問い合わせをした上で、今現役の国会議員としてどのような考えを持っているか見解を求めるのが良いでしょう。そのような実際の行動をすることによって移民受け入れ政策について反対の意見が多いんだなと肌身に感じてもらうことが結局のところ政治家に対してプレッシャーを与えることになると私は思います。さて私はどのような立場から今回の記事を解説するかといえば、基本的には移民受け入れの拡大については反対の立場から今回の話をさせてもらいます。なぜそのような話をするかといえば、まず第一に現在日本にやってきている外国人労働者の人たちのことを考えれば、非常にどこかの国に偏っているという問題があります。その国というのは中国であったりベトナムであったりブラジルであったりフィリピンであったりといった具合にして世界中の国からやってきているといったいう話よりも、むしろあそこの国の人たちやたらと多いよねといったことが目立っている状況です。そのような特定の国々からやってきている人たちがやたらと多い状態において、日本の滞在期間といったものがもうどんどんと更新できて無期限ですよ、そして日本国民になることができますよなどという形に制度を改めてしまえば、それら特定の国々の人々というのが日本人にどんどんとなってしまいます。そのようなことが起これば一体何が起こるかといえば、まず第一に長期的な目線で見れば日本人の人口といったものはどんどんと減ることは現在の人口統計上からも明らかです。少子高齢化というのは年数が経てば経つほど高齢者の人たちは寿命を迎えていく一方において、若い人たちはどんどんと先細りしているような現状です。ですから10年、20年、30年、40年、50年と経っていけば日本人の人口といったものは現在から見れば半分近くまで減るだろうと言われているような状況です。そのような状況において海外から来る人をどんどんと移民として受け入れていけば、それは単純に言えば特定の国家の人々というものがどんどんと人口上も増えていき、当然のようにそれらの人々の政治的な影響力というのも拡大の一途になることになります。この話で私が最も懸念しているのは何といっても中国からの移民がどんどんと増えていけば、それらの人々がどんどんと中国共産党の指令を受けるような形で日本国内で活動する危険性といったものを最も心配しなければならないということです。外国人労働者の受け入れというのはどっちかというと経済的な状態として働き手が足りないんだったら海外から呼ぶしかないよねといったそういった考え方から来ているわけですが、この移民を受け入れるかどうかといったのはそういった経済的な話題よりもむしろ日本の国家の形そのものがもしかしたらなくなってしまうかもしれない、そういった非常に国防上、安全保障上、そして日本文明、日本文化の存続にも関わるような非常に大きな話題だと私は思っています。ただしこのような話をして私が外国人労働者を受け入れるべきではないと言っているわけではありません。ちゃんと日本人と同等のお金を払って雇うのであれば私は別に問題ないと思っています。ただしそれは特定の国家に頼るようなことは私は反対です。ですから現在のように中国やベトナムにあまりにも割合として大きすぎるのであれば、ある程度上限を定めてそのような特定国家の人たちがやたらと増えすぎないように制限をかけることは非常に重要だと思っています。またこのような海外からどんどんと人がやってくるその前に日本国内で行わなければならない政策というものがいくつもあります。まず第一に考えられることは日本国内において移動してそして仕事を探す人々に対する国家的な支援を行うことです。考えてもみてください。日本国内において働き手がいないから海外から来る人たちに対する様々な制度を整えようということでいろいろな制度にお金が使われているわけですが、そもそも日本国内においてある町に住んでいる人が別の町で働くことに関して税金を使って支援などがしっかりと行われているでしょうか。私はされていないと思います。日本国内において人口が基本的に増えている場所というのは東京23区のような日本中から若者が集まるような場所、もしくはそれ以外ではそれぞれの地域における中核都市ぐらいなものでしょう。それ以外の場所においては基本的には若い人たちは進学やもしくは就職を機にして地方を離れていって人口が減少していくことに全く歯止めがかからない状態です。
ですから、日本国内においてそうした働き手が足りない地域といったものがどんどんと出るのであれば、日本国内で引っ越しを伴うような就職についてしっかりとお金をかけて日本人を支援することに制度を整えるべきでしょう。また、そうした問題だけで解決できない部分については、これからの技術にどれだけ投資していくかといったことも非常に重要なポイントです。例えば無人運転一つをとってみても、それらに関する業種といったものに携わっている人たちが仕事を失ってしまうという問題があります。自動運転で最も多くの人たちが失業するのが例えばタクシーだったりしますが、またそのような仕事といったものをなくしたとしても、全体としてみれば働き手がいない状況といったものがあるわけですから、どこかの業種についてどんどんと効率化を進めていくというのは非常に重要なことです。なぜならばそのようなビジネスといったものを確立していくことができれば、それを元にして海外へと進出する日本企業などを全く違うような形でこれからの日本産業といったものが形作られるからです。単純に人間がいないから、働き手が足りないから、どんどんと海外から人を雇ってくることにどんどんとお金をつぎ込んでいこうというのは、私は非常に発展性のない話だと思っています。現在のように中国、ベトナムといった特定の国々からやってくる人たちがやたらと多いような、かなりのほうずな状態の外国人労働者受け入れの状態のままで、私は移民政策へと転換するのは大反対です。皆さんはこの問題についてどのようなことを思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、また投げ銭機能のあるところではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。